今日はロック音楽の起源となったロックンロールのスタイルを解説するよ。古いジャンルは音質の問題があるからあまり紹介しないことにしているけど、音楽史的に非常に大きな存在だからやっぱり一度は触れておくべきだろうね。アメリカはカントリーを代表とするヨーロッパ民族音楽由来の音楽と、ブルースやジャズを代表とするアフリカ民族音楽由来の音楽がある。ロックンロールはその両方の音楽、カントリーとブルースが混ざった音楽だよ。ヨーロッパでもアフリカでもない、両者が混じった初のアメリカ音楽であり、このジャンルを起源としてさまざまなロック音楽が発展していった。ロックンロールはカントリー系とブルース系のリズムが混ざった曲になる。カントリー系のリズムとは要するに現代のロックのリズムのこと。一方でブルース由来のスイング、要するに跳ねるリズムも使われるよ。現代の主流なロック音楽では跳ねリズムはあまり使われないので、時系列を無視して現代目線で見ればロックプラス跳ねリズムがロックンロールだね。ちなみにロック&ロールやロッキンローと表記しても似たような効果になるから好きな表記を使っていいと思うよ。ただ R&R だと効果がないから注意。サーフロックは強いエフェクトが特徴のサーフィンをテーマにした音楽、ビーチの定番 BGM として現代でも知名度はそこそこ高そう。日本ではテケテケとも呼ばれる。独特なトレモロ音も印象に残りやすい。それとサイケデリック系音楽のような過剰なエフェクトも使われる曲だよ。これも時系列的には順序が逆で、サーフロックはサイケの起源の一つだね。ちなみにサーフロックは2種類あるよ。インストゥルメンタルサーフとボーカルサーフ。素のでサーフロックと入れるとインストゥルメンタルサーフの方になるから、ボーカルサーフにしたいときは注意してね。両方の曲の違いは後で聞いてもらうよ。ガレージロックはシンプルさと荒々しさが特徴のロックンロール。ブルース系のスイングのリズムが消えて現代のロックのリズムになった。とはいえまだブルースの影響の残るロックンロールっぽい曲調ではあるよ。それとパンクのような激しく歪んだギターの音が使われる特徴もあるね。まあこれもやっぱり時系列が逆で、ガレージロックからパンクが生まれたんだ。ガレージロックは21世紀になってからリバイバルブームが起きたジャンル。ガレージロックリバイバルの方が音質が現代風だからそれを紹介するよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。
ロックンロールのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ロックンロールは時代が経つにつれてブルース系の要素がだんだんと薄れていき、明るくシンプルなパンクに進化したというのがロックの一つの流れ。一方でブルースの要素をより強くしたもう一本の大きな流れがある。ブルースロックはブルースの要素をより強調したロックンロール。暗く情熱的でスローテンポ。ロックンロールとは正反対の方向性だね。この暗いロックはハードロックやメタル系の音楽に進化していったよ。ブギーロックはブルースロックをロックンロール風に明るくした曲。ロックンロールをスローで暗めにしてギターを激しく歪んだ音にした曲だね。ストーナーロックはブルースのスイングを使うメタル系の曲。ブルースを濃くしたロックンロールがメタル音楽になったと先ほど言ったけど、結局メタル音楽の方もブルースのスイング要素は消しちゃったんだよね。ストーナーロックはメタル系では珍しくブルース由来のスイングを使う曲だよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。宿題で埋まる机の上、消しゴムのカスみたいなプライド、ロッケンの壁を蹴っ飛ばせ、世界はポケットにいらない。ロッケンの涙ぶっ飛ばせ、うるさいくらいがちょうどいい。ブルースロックのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ロックンロールの明るさはパンクに、暗さはメタルに引き継がれたんだけど、ブルースのスイングリズムは結局どちらにも残らなかったんだよね。だからロックンロール特有のノリはロックンロール系のスタイルで出すしかない。ロックンロールは古いジャンルだけど、ある意味現役のジャンルでもあるってこと。現代目線だと確かに古さもあるけど、特有の魅力がある曲調だと思う。現代のロックとは別のジャンルとしてロックンロールを作っても面白いと思うよ。それじゃまたね。